はじめまして、ロジアスです。この鳥を解説しながら書いていきたいと思います。よろしくお願いします。オスプレイ。日本語ではミサゴ、タカの仲間ですね。右のページにどんな大きさで書こうかなと当たりを書いていきます。本書きを進める前に左側のページで骨格の勉強をしていきたいと思います。骨格とか筋肉のつき方を一度勉強しておくと、実際描くときに立体的な絵になったり説得力のある絵になるので、こういった勉強をおすすめします。で、鳥の骨格って結構みんな似てるので、他の鳥描くときでも参考になったりだとか、あと見てるだけじゃなくて手を動かして描くと頭にすごく入るので、ぜひやってみてください。足ですね。なんかよく見ると小さいイボがいっぱいボツボツついてて、かぎ爪も長くて鋭いんですね。これは足を下から見た図です。足の裏ですね。すごくこいつ外股なんですね。中指が、10時の方向、これですね。で後ろ指が4時の方向に向いているものです。鳥を描くときはやっぱり翼が一番大事な点かなと思います。で、翼って結構案外難しくて、この上の細かい羽と下の長い羽、重なり方が逆だったりするんですよ。同じ面でも。羽を伸ばすって言いますけど、案外骨格はいつも曲がってるんですね。いつも肘を曲げている状態というか、それが一番力が入るんでしょうが、上に書いたのが翼仮面という面で、飛んでいる時下側になる面です。下に今書いているのが翼上面で、飛んでいる時上側になります。ここで特に気をつけるのは、長い羽が翼上面と翼下面で逆の重なりになっている。そこも気をつけてください。アンダーウィングが翼下面、アッパーウィングが翼上面です。翼の一番先の方の羽ってこういう形してるんですよ。ちょっと上がしぼんでるような。よく描くこういう羽だとかっこ悪いので気をつけてください。で、羽を描くとき色分けしたようにブロックで分かれてると考えて描くと分かりやすいかと思います。アンダーウィングの方は、2ブロックと考えておいていいでしょう。でも先の方の羽の形だけ気をつけて描いてください。下はアッパーウィングは9ブロック、ちょっと多いですが意識してください。で、これは頭部ですね。オスプレイという鳥は全体的に2色のモノクロの鳥なんですけど、顔にも黒い模様が入ってきているので、それがどこまで模様が入ってくるのかなっていうのとか、そういうことを勉強するために今ちょこちょこ書いています。頭部の細かい毛というか羽というか、それは中心から放射状に生えてきているので、そういうところも意識すると良いでしょう。黒い模様はだいたいこの辺りに入ってきますね。ちょっとわかりやすく太いペンで書き加えてみます。黒が入るとちょっと悪そうな感じがしていいですね。黒を入れると入れないとじゃかっこよさが変わってきますね。私の好きな鳥です。
はい、じゃあいよいよ本書きに移ってまいりたいと思います。骨格だとか筋肉のつけ方を勉強したので、それを踏まえて下書きをどんどん進めていきたいと思います。テールというか尾羽ですかね。数えてみたら11本ぐらいかなと思います。黒はこのぐらいのとこ入ってきて、さっき勉強した羽、内側の羽ですね。2ブロックを意識して書いていきたいと思います。羽の重なり方に気をつけて書いていきましょう。これは9ブロックですね。ちょっと狭いんですが、ちょっと顔が小さかったかなと思ったので、少し大きく書き直しました。さあ、いよいよペン入れです。これは G ペンというペンを使っています。一般的な文房具屋さんで売っている普通の G ペンです。漫画だとかでね、よく使われるペンですね。線の強弱が出しやすいので、こういった絵にとても適していると思います。インクをつけながら描いていく、ちょっと普通の人じゃ使い慣れないペンなんですけど、いろんなペンを試してみた結果、最終的に回り回ってこのペンが一番いい線が描けるんじゃないかなと思って、最近はこのペンばっかり使ってます。こういった羽だとか長い線のところはもうさと勢いよく描くと、綺麗な線が描けるんじゃないかなと思います。影になるようなところはなるべく太く意識するように描いて、光が一番当たるようなところは細くしたり線を抜いてあげるといいと思います。消しゴムかけるとすっきりしましたね。さあ、ここからは模様の下書きです。どこら辺まで黒い色が入ってくるかなとあたりを描いていきます。で、羽は人によって表現の仕方は違ってくるかと思うんですけど、私はこの細い線の密集度で表現することが多いです。体の輪郭だとかを描く線よりも細く描いてあげることが鉄則ですね。はい。影になる部分も少し描き足してあげて立体感を出していきます。黒くなる部分はこの筆のようなサインペンを使っていきます。呉竹というメーカーから出ている筆心地というペンです。これインクの出も良くてサラサラ描けるので、とても描き心地が軽くてとても重宝しています。おすすめです。羽の周りは黒くしてあげて絵をぐっと締めていきましょう。こちらのアッパーウィングですね。こっちの面は色はもう全体的に黒なんですけど、ベタっと塗ってしまうよりは少しずつ間隔を空けて隙間を空けて描いてあげると羽の構造が分かりやすく残るかと思います。で、こういったところはザッザッザッと勢いよく描いてあげると躍動感が出て力強い絵になると思います。細かく丁寧に描いてあげるのもいいんですけど、羽って一番動く部分なので、こういった描き方が適しているのかなと思います。漫画とかでもアクションシーンだとかザッザッザッと勢いのある線で描くことが多いですよね。それと同じです。先端の方も濃くしてあげたいなと思ったら、細く描いた線の向きに従って描いてあげると綺麗にまとまるかと思います。尾羽の方も黒くして締めていきます。全体的には黒と白でメリハリをつけて、一本一本の線も
ちょっと太くしたり細くしたりメリハリつけるととても見やすくていい絵になると思います。余白に枝や空気感を描き加えて完成となります。いかがでしょうか。動画にはないちょっと書き足した部分も少しありますね。こちらで1ページ目オスプレイの完成です。ご視聴ありがとうございました。こんな感じで絶望的な滑舌で頑張ってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとでも勉強になったなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムも始めました。それではまた。